あなたのポケットから合法的に約300万円近い価値が消え去る可能性があります。これは一定の条件が続いた場合の試算の一例ですが、決して他人事ではありません。しかも、年金が増額されるというおめでたいニュースの裏側です。今年、2026年の年金改定で、基礎年金が 1.9%、厚生年金の報酬比例部分が 2.0% 引き上げられます。標準的な夫婦2人のモデルで言えば、月額およそ4500円のアップです。年間で計算すれば、約5万4000円も額面が増えることになります。これで少しは生活が楽になる。たまには外食に行けるかもしれない。そう、安堵のため息をついた皆さん。残念ながら、そこには、気づかないうちに生活が苦しくなる、大きな落とし穴があります。思い出してみてください。最近、スーパーのレジで財布を開くたびに、ため息をついていませんか？少し前まで100円台で買えていた卵パックが、いつの間にか値上がりしていて、キャベツや玉ねぎなどの日常的な野菜でさえ、買うのをためらう価格になっている。電気代の請求書を見るたびに、これ以上どうやって節約すればいいのかと頭を抱えてしまう。そんな経験が日常茶飯事になっているはずです。それもそのはずです。今回の年金改定の計算で使われた物価変動率は 3.2% です。つまり、年金は増えたのではなく、物価上昇の波に完全に飲み込まれ、実質的な価値が目減りしているのです。通帳の数字が増えて、喜んでいる場合ではありません。このまま思考停止でいれば、老後の20年間で約300万円分の豊かさが、あなたの手元から消え去る可能性があります。ようこそ、お金と自由の航路へ。船長です。今日お届けする、老後資産防衛シリーズでは、一時的な投資の失敗よりも、はるかに身近で逃げ場のない、年金制度とインフレがもたらす、恐ろしいメカニズムについてお話しします。私たちは長い間、物価が上がらないでフレの時代を生きてきました。100円のものは、明日も来年も100円で買える。銀行に預けておけば、お金の価値は変わらない。そんな常識が、船の髄まで染みついています。だからこそ、年金が増額されるのだから安心だという、表面的なニュースに対する無条件の信頼。そして、通帳の数字が増えているなら、豊かになっているはずだという、人間の心理をついた数字の錯覚に陥ってしまうのです。行動経済学では、これを貨幣錯覚と呼びます。名目上の数字、つまり額面だけを見て、実質的な購買力を見落としてしまう、この脳のバグを放置していると、あなたは自分の生活が削り取られていることに気づかないまま、音もなく静かに生活が立ち行かなくなってしまいます。国は、うちでの小槌を持っていません。少子高齢化が進み、支え手である現役世代が減り続ける中で、年金制度そのものを破綻させないために、彼らは極めて冷徹な数学を用いて、私たちの受け取る価値を巧妙にコントロールしているのです。今日は、ニュースでは、仕組みの本質まで深くは伝わりにくい、年金増額とマクロ経済スライドの本当の恐ろしさを、どこよりも深く、徹底的にお伝えします。でも、安心してください。ただ不安を煽って、絶望させて終わるようなことはしません。制度の仕組みを正しく理解すれば、必ず対策は打てます。動画の最後には、今日からすぐに始められる5つの具体的な防衛策を皆さんと一緒に確認していきます。この苦しいインフレ時代を共に乗り越えていきましょう。ぜひ最後までお付き合いください。それでは、本日の航海へ出航します。なぜ、年金の支給額が確実に増えているのに、私たちの生活は一向に豊かにならないという不条理な事態が起きるのでしょうか。その正体は、額面が増額されるという優しい顔をしたインフレと年金制度の絶望的な乖離です。
多くの人が信じている。年金が約 1.9% 増えれば、生活も同じだけ楽になるという安全神話。確かに、あなたの銀行口座に振り込まれる名目の金額は確実に増額されます。しかし、私たちが生きている現実世界では、年金改定の参考指標となる物価変動率が 3.2% という高い数字でした。具体的な数字で想像してみてください。これまで月に10万円の年金でギリギリ10万円分の生活ができていたとします。今回の改定で基礎年金ベースで約 1.9% 増えたとしましょう。すると、あなたの年金は10万1900円に増えます。しかし、今までと同じ量のお米を買い、同じように電気を使い、同じように生活を送るためには、物価が上がっているため、10万3200円が必要になってしまうのです。その差額であるマイナス 1.3% 分、金額にして毎月1300円の赤字が何もしなくても勝手に発生してしまうのです。たかが1300円と侮ってはいけません。これは10年前の感覚で言えば、吉野家の牛丼が数杯食べられたり、マクドナルドで家族分のハンバーガーが買えたりした金額です。それが今、インフレによって手元から消え去っているのです。日々の買い物で少しずつカゴに入れるものが減っていく。スーパーの特売日しかお肉が買えなくなる。夏場にエアコンをつけるのをためらい、汗だくで我慢する。あなたの通帳の数字は増えているのに、です。だから、多くの人は国が年金を増やしてくれたと勘違いします。しかし、あなたの生活を支えるための本当の購買力は、物価高という名の巨大な波に飲み込まれ、消滅してしまっているのです。これは、表向きは国民を安心させるためのクラス改定ですが、その実態は、あなたが気づかないうちに、老後の余裕を音もなく吸い上げる、恐ろしい現象なのです。そして、この不条理をさらに加速させ、決して逃げられないようにしている、巨大なシステムが存在します。それが、マクロ経済スライドという名の見えない天引きです。ニュースや新聞では難解な言葉で包み隠されていますが、その本質は非常にシンプルです。物価や現役世代の賃金が上がっても、年金の支給額はそれと同じベースでは上がらないようにする自動ブレーキシステムなのです。時間を少し遡りましょう。2004年の小泉政権時代の年金制度改革を思い出してください。あの時、100年安心というスローガンの下で導入されたのが、まさに、このマクロ経済スライドという仕組みです。当時の政府は、大きな政治的ジレンマを抱えていました。少子高齢化で財源が苦しい。だから年金を減らしたい。しかし、年金の支給額を直接引き下げれば、高齢者の猛烈な反発を招き、選挙で大負けしてしまう。そこで考え出されたのが、名目額は下げずに、実質額を下げるという魔法でした。現役世代が減り、平均寿命が伸びる限り、自動的に年金の価値を実質的に引き下げ続ける。これは、制度を維持するための冷酷な延命装置なのです。そして今年、2026年度の改定では、物価 3.2% そのものではなく、名目手取り賃金 2.1% を基準にしながら、さらにマクロ経済スライドで、基礎年金は 0.2 ポイント、厚生年金の報酬比例部分は 0.1 ポイント、調整されています。あの導入時は、まだ日本は不快で触れの時代でした。物価そのものが上がらなかったため、このブレーキの重さが、長い間実感されにくかったのです。だから私たちはその恐ろしい影響を全く理解していませんでした。しかし、時代は変わりました。今のような強烈なインフレ局面において、このマクロ経済スライドは、ついにその真の牙を剥きます。物価が上がっても、年金はその上昇率より低くしか上げない。その差額分で国の財源を確保していく。つまり、インフレになればなるほど、
年金受給者は自動的に生活が苦しくなっていくように、法律で最初から決められているのです。毎月一生懸命に節約して暮らしているのに、あなたの生活レベルは向上するどころか、逆にじりじりと苦しくなっていく。これがインフレ局面におけるマクロ経済スライドの真の恐ろしさなのです。この制度の一番恐ろしいところは、誰もあなたの口座から直接お金を引き出さないことです。強盗のように目の前で財布を奪われるわけではありません。ただ、電気代の請求書を見るたびにため息が漏れ、孫にお小遣いをあげるのをためらい、年に一度の温泉旅行すら諦めざるを得なくなるだけです。ゆっくりと水温が上がっていくことに気づかず、最後には命を落としてしまう。ゆでガエルの絶望と全く同じ構造なのです。そして私たちは、年金が毎年少しずつでも振り込まれているから大丈夫だという恐ろしい思考停止に陥ってしまいます。しかし、よく考えてみてください。投資で数万円損をすれば、夜も眠れないほど後悔するのに、なぜシステムによって失われる確実な購買力の低下には無関心でいられるのでしょうか。それは預金通帳の残高が減っているわけではないからです。派手な警告音は鳴りません。この静かなる実質価値の蒸発こそが、あなたの老後を根底から揺るがす真の天敵なのです。では、この物価高とマクロ経済スライドが20年という長期にわたってあなたの老後を襲い続けたとき、どのような結果が待ち受けているのでしょうか。ここで発動するのが複利の逆回転という恐怖です。毎年 1% 強の実質的な目減りが10年、20年と積み重なっていきます。一見するとわずか 1% です。毎月数千円の違いにしか見えないかもしれません。しかし、ここにも残酷な真実が隠されています。目減りした価値の上に、さらに翌年の目減りが重なるということは、それだけ購買力の喪失が雪だるま式に加速するということです。物価が上がり続ける中で、年金の伸び率は常に手前で抑え込まれ、ずるずると時間だけが過ぎていく。そして70代、80代と年齢を重ねたとき、あなたの目の前に逃げ場のない現実が突きつけられます。インフレで価値が目減りした銀行の現金や金と、生活費の半分も賄えなくなった細々とした年金だけが残り、長生きすればするほど経済的な不安が近づいてくるのです。その失われる価値の総額は、夫婦2人のモデル世帯で老後の20年間を計算すると、およそ300万円規模に膨らむ可能性があります。これは物価上昇率が年 3.2% に対し、年金改定率が 1.9% 前後という差が長期間続いた場合の独自試算による一例です。決して確定した未来ではありません。しかし、老後のために現役時代に何十年もかけてコツコツと貯めてきた300万円相当の価値が、インフレという名の見えない波によって跡形もなく消え去るリスクがあるということです。年齢を重ねれば必ず医療費や介護費が増加します。それなのに手元にあるお金の価値は下がっていく。対策を打たなければ最悪の場合、日々の食費すら切り詰めるギリギリの生活に追い込まれます。これは決して煽りでも作り話でもありません。このインフレ時代において、年金制度のメカニズムを直視しなかった人が直面する極めて現実的な未来のリスクなのです。計算ミスではありません。法律に基づいた極めて事務的な処理なのです。あなたがどれだけ現役時代に真面目に年金保険料を納め続けてきたとしても、国のシステムはマクロな人口動態と財源に基づいて、ただ機械的に支給額を調整し続けるだけです。物価が上がれば容赦なく実質価値を切り下げる。このマクロ経済の冷酷な計算式によって思い描いていた穏やかな老後は
一瞬で飲み込まれてしまうのです。では、私たちはただ黙って、生活が苦しくなるのを受け入れるしかないのでしょうか。決してそんなことはありません。制度の仕組みを正しく理解し、現実を直視すれば、個人でできる防衛策は必ずあります。ここからは、今日からすぐに始められる5つの具体的な防衛策を一緒に確認していきましょう。1つ目、額面の増減ではなく、インフレ率との差額を把握することです。標準モデルで年金が4500円増えていても、生活費がそれ以上に上がっているなら、それは実質的に手取りが減っているのと同じです。家計簿をつけるときは、金額という数字だけでなく、去年と同じものが買えているかという購買力の視点を持ってください。通帳の数字という名の幻想から目を覚ますことが第一歩です。2つ目、インフレに強い資産へのシフトを少しずつ進めることです。日本人の多くは現金を銀行に預けておくことが一番安全だと信じています。しかし、インフレ時代において、現金のまま銀行に置いておくことは、見えない税金を払い続けていることと同じです。新NISAなどの非課税制度を活用し、世界中の株式や投資信託など、物価とともに成長する資産を無理のない範囲で組み込んでください。現金 100% というリスクから脱却するのです。3つ目、できるだけ長く働き、年金の受給開始を遅らせることも検討する。マクロ経済スライドの目減りをカバーする一番確実な方法は、繰り下げ受給によって年金そのものの受給額のベースを大きくすることです。例えば、70歳まで受給を繰り下げれば、受給額は 42% 増えます。日々の基礎生活費を労働収入で賄う期間を延ばすために、健康資本を維持し、社会とのつながりを持ち続けてください。4つ目、見栄をして生活水準を適切にサイズダウンすることです。今後のさらなる物価上昇に備えるなら、携帯電話のプランや使っていないサブスクリプション、過剰な生命保険など、固定費を徹底的に見直し、本当に必要なものだけで暮らす基盤を作りましょう。インフレ時代に合わせた身軽で筋肉質な家計を構築するのです。5つ目、数字が増えたから大丈夫だという思考停止をやめることです。メディアの表面的なニュースだけを見て安心してしまうこと、国が何とかしてくれると無意識に依存してしまうこと、それこそがあなたの人生で最も高くつくコストになります。年金制度の真の目的は、あなたに豊かな老後を約束することではありません。最低限の暮らしを維持するためのただの補助線です。残りの足りない部分は私たち自身で補うしかないのです。用意されたレールから降りて、本物の資産防衛の舵を自分自身で切り直しましょう。自らの知性という羅針盤を頼りに進むのです。今日この動画を見て、自分の老後もしっかり見直さなければと気づいた方、ぜひコメント欄であなたの決意を聞かせてください。数字の騙し絵には引っかからない。自分の老後は自分の知恵と行動で守り抜く。その強い一言があなたの新しい後悔の合法になります。そしてインフレから老後資産を守り抜くためには、年金の仕組みだけでなく、税金や他の社会保険の落とし穴も知っておく必要があります。点ではなく面で防御を固めるために、老後資産防衛シリーズの別の動画もチェックして大切な資産を死守しましょう。それではまた次回の動画でお会いしましょう。